こんにちは。英語を学ぶ音楽の先生、ローズマリーです。今日は XG はヒップホップなのかについて話していこうと思います。でも、ちょっと待った。まずお前は誰なんだっていうことになりそうなので、まずは自分の話を少ししてから話そうと思います。私は日本で生まれ育ったんですけど、ずっと西洋音楽が好きなんですね。なので、クラシックを専門的に学んで音楽の先生になりました。ポピュラーミュージックでいけば、J-POP はどうしても苦手で、洋楽ばかり聴いてました。そしてカバーして歌ったりね。そんなことをずっとしてきました。でも、英語がネイティブじゃない日本人の私が洋楽を歌うって結構難しいんですよね。一から全部覚えないといけないんで。なので、結構本場の人とは全然違うんだよな、どうしたらいいかなっていう、西洋音楽を愛してはいるんですけど、うまくできてないみたいなジレンマをずっと抱えてきました。そんな私だからこそ言えることがあるんじゃないかと思って今から話していこうと思います。私はヒップホップの専門家ではないので、これはおかしいぞって思うことがあったらぜひコメント欄で教えてください。まず XG がやっていることを分かりやすく例えてみますね。オリンピックと相撲です。オリンピックではどのスポーツがどの国発祥とか関係なく世界中から選手たちが集まり、審査員によって金、銀、銅とメダルが与えられますよね。例えばフィギュアスケートでは羽生結弦さんは日本人だから参加できませんとはならないですよね。ヒップホップは今や世界で圧倒的な力を持つ音楽です。日本人は J-POP が大好きなので全く違いますけど、世界のランキングを見ると上位を占めるのはヒップホップです。今世界に出ていこうとするときにヒップホップを選ぶのは自然な流れだと思います。国に関係なく戦いたい。韓国人だから K-POP、日本人だから J-POP という枠にはまるのではなく、世界の音楽という戦場に挑んでいくその精神は素晴らしいと思います。世界中の人々が参加しているオリンピック種目に参加するようなものだからです。世界中の人々に自分たちの存在を届けるんだというその意気込みは素晴らしいと思っています。一方、文化的な背景を持たないヒップホップを認めない人々のことを相撲に例えたいと思います。相撲は日本の伝統的な文化であり、神事でもあり、スポーツでもあります。外国人力士の皆さんは日本の文化に馴染むため、たくさん勉強して厳しい修行を重ねていると思います。でも、海外の作品に登場する力士ってちょっとおかしいと思いませんか？例えば、エド・シーランの Shape of You に出演しているお相撲さんは、日本人の山本山隆太という方なんですが、扱われ方に違和感を覚える人もいるかもしれません。相撲ってあんな風に相手を持ち上げたりしないし、品格や人格が大事だったりしますよね。女の人に飛び蹴りされる存在ではないと思うんですよ。だから、XG の時でも文化的に何のつながりもない日本人のガールズグループがただビジネスでヒップホップを真似してるって感じる人がいても不思議じゃないですね。私こういう考え方はね、必要だし、大事だとは思ってるんですよ。文化に対するリスペクト、それから理解を求めるのは当然だと思ってます。でも、私が言いたいのはそこじゃないんですよ。どちらが正解かっていうことじゃないんですね。お互いに理解し合ったら、もっと素晴らしい世界ができるんじゃないかっていうことなんですよ。ラッパーのエミネムについてどう思いますか？今やレジェンドですよね。たくさんのラッパーたちに影響を与えていますよね。でも、最初に出てきた時の印象そうじゃなかったんですね、私にとって。それまでブラックの方々がラップしてる印象だったんですよ。ラップといえばブラックの方々のものなんだっていう。でも彼は白人で、しかもめっちゃ滑舌のいい感じで、黒人なまりじゃない普通の、なんて言ったらいいんですか？しっかりとした発音をしているわけですよ。なので、最初すごく違和感がありました。もしあの時、
ラップは黒人のものだから白人がやったらダメだっていう声が大きく上がって、エミネムがラップをやめていたらどうでしたか？数々のすごい作品生まれなかったですよね。世界の歴史を振り返って思うのは、いいものは真似をされるってことなんですよ。そして新しい才能と混ざり合って素晴らしいものが生まれて発展していく。真似されるってことは、ヒップホップは素晴らしい音楽であるってことなんですよ。なので才能ある人たちが取り入れることに寛容になってほしいんです。誰もが驚くような素晴らしい作品が生まれてくる可能性が広がります。皆さん、樫本大臣って知ってますか？彼はですね、2010年から世界最高峰のオーケストラ、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団でコンサートマスターをしています。コンサートマスターは簡単に言うと、オーケストラのリーダーです。誰でもなれるものではないです。彼の前にもすでに安永徹という方が1983年からコンサートマスターをしていました。それから今12歳で、これまでに様々なコンクールで1位を取っている天才バイオリニストひまりさんが今年4月ベルリンフィルと共演したみたいですね。実はクラシックの世界ではですね、もうすでに人種関係なく実力があれば評価され尊敬されています。クラシックは歴史が古いので、おそらく昔はいろいろあったんでしょうけど、今はもうすでに世界のものです。コンクールでオリンピックのように順位を決めるので、受け入れられやすいのかもしれませんけどね。全員が英語ネイティブではない XG にとって、これまで費やした努力と時間は計り知れないものがあると思っています。真似だっていうのは簡単だけど、やってみたらわかる。中途半端な気持ちでたどり着ける領域ではないんですね。もしリスペクトがなかったら、そんなに人生かけて長時間できないですよね。彼女たちは本物だと思います。そんなにたくさん出てくるようなグループじゃないと思います。彼女たちの本気の挑戦に対して、オリンピックで頑張れ日本って応援するみたいに、頑張れ XG って言ってあげてほしいですね。それが私の気持ちです。最後まで聞いていただきありがとうございました。いかがでしたか？よかったら皆さんの意見をコメント欄の方で教えてください。よろしくお願いします。よかったらまたお会いしましょう。ローズマリーでした。